皆さんこんにちは。ハロープロジェクトを中心にアイドル評論やレポなどをしている VTuber のブルートンです。今日は JO1、INI を誕生させた日本最大級のね、サバイバルオーディション番組、プロデュース101の女子版、通称ね、日プ女子というものに、元アンジュルムの笠原桃奈さんが参加されるということで、結構ね、自分も含めて、ハロプロをメインで追っているオタクの注目度も非常に上がっているということなんだけど、基本的にね、結構ハロプロのオタクのスタンスとしては、卒業メンバーがね、他で活躍するのは嬉しいななんて思ってる人もいれば、あとはね、こうちょっとメジャー組と比較して、こうハロプロをね、卑下する人とか、オタクはもう余計なことしなくていいみたいなことを言ってる人とかもね、結構いろいろいて、賛否両論みたいな状態だったんだけど、放送がね、始まると、そういうね、意見もこうちょっと薄まったりして、単純にね、番組をこう真剣に楽しんでたり、応援してるというようなオタクが増えてきてるんじゃないかなという印象です。自分もその一人で、自分なんかは結構ね、もともとこう、キングダムとか、あとね、16とかね、ニジプロの番組とか、こう、韓国のオーディション番組っていうのは結構好きだったりするのもあって、初回放送もね、めちゃくちゃ楽しく見てました。単純にね、こう番組としてこうめちゃくちゃ面白いなと、思いましたね。でも、あとはね、こうハロプロのこうオタクの特徴なんだけど、実力診断テストみたいな、こう、投票のね、関連のこうイベントっていうのにも慣れてるのもあると思うんだけど、投票系はね、結構こう半端なことをこうしないで、結構ガチでね、やるというスタンスがあるんだと思うので、笠原さんにとってはこう、良し悪しだと思うんだけど、笠原さん以外のメンバーも含めてね、かなり真剣にガチで応援してる人も多いんじゃないかなと思います。自分もなんでこう夢を追う人の応援者として、ひいき目なしでね、フラットに見ていこうかなと思ってます。ということで今回はね、男性女性も含めてね、こうアイドルとかこうエンタメ、自分はね、かなりこう好きなので、初回放送でね、特に気になった候補者と、あとはこの気になった理由について紹介していこうかなと思うんだけど、まずその前にね、ちょっと番組知らない人が全然いると思うので、前情報として、プロデュース101ジャパンっていうのがどんなものなのかっていうのを簡単に説明していこうかなと思います。自分もね、今回で知ったので、結構にわかなところがあって、間違いとかがあったらね、ぜひコメント欄で、指摘していただければなと思います。まずね、プロデュース101ジャパンなんだけど、デビューをね、目指して集まった101人の練習生たちの中から、国民投票で選ばれたメンバー11人がデビューを決定するっていうオーディションになっていて、主催はね、株式会社、ラポーンジャエンターテインメントっていうのかな、読み方はちょっとわからないんだけど、韓国のね、と日本と、吉本のね、合弁会社ということで、社長のね、チェ・シンファさんっていう方なんだけど、この方がね、元吉本のアジアソフト開発センターの韓国担当チーフという役職だったということでね、もともとアサヤンにもね、制作スタッフで関わっていた方のようですね。なんでこう、アイドルのオーディションに関してはもうかなり精通している方なんじゃないかなと思います。吉本ね、アイドルグループっていうと、秋元康さんプロデュースでね、吉本坂48っていうのがあったと思うんだけど、こっちはね、2022年2月に活動を休止しているということでね、こちらかなりこう本気で力を入れてるんじゃないかなと思います。でね、このプロデュース101ジャパンのオーディションの過去の合格者なんだけど、2019年にシーズン1があって、そこでね、今かなり有名な JO1 がデビューしていて、で続いて2021年、なんで2年後にシーズン2として INI がデビュー。で、2023年に今回、ジャパンザ・ガールズで初のガールズグループのデビューということでね、JO1 と INI はかなり成功している方だと思うので、今回のガールズグループもかなり注目されているということでね、この JO1 なんて、もうね、めちゃくちゃこう YouTube の再生数なんかもね、見てもね、5000万回再生とかされてる曲なんかもあったりしてね、スーパーカリ、結構有名なスーパーカリフラジリエクシビアリドーシャスみたいなもうね、噛んじゃいそうな、歌詞のね、曲があったりして、すごいこう有名なんだけど、この曲とかでね、もうめちゃくちゃこう売れているグループなんで、今回もね、デビューしたらすごく注目されるんじゃないかなと思ってます。で、このね、日プ女子の見方なんだけど、スマートフォンでね、Google プレイで、レミノっていうアプリ、専用のアプリがあって、専用というかね、こういろんな映画とかドラマが見れるアプリがあるんだけど、これをね、インストールして、このアプリでね、見ることができると
いう風になってます。なんで、こう、ネビノっていうアプリを知らなかった人にとっては結構馴染みがないと思うので、今回の番組を機にね、急いでこう、ダウンロードした方とかもいるんじゃないかなと思います。毎週ね、放送は木曜日ということで、初回放送はもう終わってるんだけど、まだね、無料で見ることができるので、ぜひまだ見てない人はね、見てみていただけたらいいのかなと思います。はい。でね、なんでこの、こう、日プとかね、こう、プルってこう、面白いのかなっていうのを、自分なりにこう考えたんだけど、ハロプロね、モーニング娘。も、かつて、テレビ東京のオーディション番組の、サヤンっていう番組でデビューしてると思うんだけど、やっぱりね、アイドルになるために、合格するために必死でこう努力して、結構時にね、こう残酷なこう現実っていうのもこう突きつけられたりするんだけど、そういうのもあってね、視聴者は結構感情移入できるような仕組みになってるんじゃないかなと思いますね。結構生々しい姿が見られるということで、オーディション番組はね、韓国でもこう非常に人気があるということなんだけど、日本でもね、ワックとかね、フィロソフィーのダンスとか、結構ね、こうオーディションを公開してるグループって最近はね、かなり増えていると思うんだけどね、TWICE のこうオーディション番組の16とか、NiziU のニジプロとかね、本当にこうオーディション番組はこう人気があるコンテンツになってますよね。オーディションを通じてこう課題曲のね、過去楽曲がこう再評価されたりとか、あとはね、こう参加してるメンバーのね、愛着が湧いたりとかね、デビューしてない方も含めて結構注目されるコンテンツになってるんじゃないかなと思うんだけど、その他結構韓国だとね、キングダムっていう番組最近あったんだけど、舞台裏も含めてね、公開するストレイキッズとかが参加してた番組で、こういうね、対決系の番組とかもね、すごくこう人気があって、ちゃんとね、こう編集した字幕とかがついてたりするので、世界中の人がね、楽しめるコンテンツになってるということだと思います。一方でこう、自分が好きなこうハロプロとかは、オーディション映像を公開してなかったりして、合格者のね、最終審査のダンスと特技のこう意気込み発表のみっていうことでね、結構ね、こう合格者のこうプライバシー配慮とか、他事務所の介入を防ぐためとかも言われてるんだけど、すごくね、こう、オーディション映像公開されないっていうのは、自分はね、結構こう、成長とかがすごく好きなので残念だなと思ってたりして、この辺がね、こう、ハロプロが保守的とかね、公務員的とか言われる一つの原因なんじゃないかなと思ってたりもするんだけど、今回のね、この日プ女子は、オーディションも含めて、結構こう追っていけるっていうので、すごくこう、注目を浴びているのかなと思います。で、こっからが本題なんだけど、自分がね、初回放送を見て、個人的にね、デビューしそうだなというか、めちゃくちゃこう目を引いたメンバーっていうのがいたので、ちょっとそれをね、紹介していこうかなと思います。今回7選ということで、だいぶ絞ったんだけど、まずね、元アンジュルムの片原桃奈さんと、チェリーバレットのね、加藤心さん。この二人はね、もう自分のもともと番組を見るきっかけになってるメンバーでもあるし、この二人に生まれてる絆とか、今回の初回放送でね、笠原さんがね、ステージ前に、心さんに、あなたのためのステージだよ、みたいな言葉をかけるシーンとかね、もうめちゃくちゃ感動したのもあるんで、すっごくね、パフォーマンス楽しみにしてるんだけど、それがね、次回放送に持ち越しになったということで、ちょっとね、その感想と、二人に関する印象に関しては、ちょっと次回放送に撮っておこうかなということでね、その他のメンバーで気になったメンバーについて今回は紹介していこうかなと思います。はい。じゃあまず、一人目なんだけど、荒牧ジョアさんね。まず名前すごいよね。ちょっと読めなかったんだけど、まずね、自分が思ったのが、このメンバーなんだけど、候補者なんだけど、芸能人としてのね、オーラがめちゃくちゃあるなと思いました。髪型がね、ショートカットですごくかっこいい感じで、登場の場面からね、結構目を引く雰囲気があるなと思っていて、これはね、結構後でね、身につけようと思っていても、なかなかこう身につけられないところだと思うので、すでにこうすごいものを持ってるなと思ったんだけど、もう一つね、グループでこうまとまって、この方がね、ビギナーズっていうグループだったんだけど、まとまってね、どの席にしようかなっていう、こう自分たちでこう選ぶ、席を選ぶシーンがあるんだけど、ここでね、他のメンバーはね、結構まとまって座ろうかなっていうところで、この子はね、他のビギナーズのメンバーと一つ席を空けて座っていて、その理由がね、仲間でもあって、こうライバルでもあったら負けたくない気持ちもあるということで、一つ席を空けたっていうんだけど、このスタンスがね、自分的にはすごくいいなと思いました。で、二つ目なんだけど、このグループね、前歴がないメンバーが集まってビギナーズとしてね、ケルパーっていう、韓国のユニットのウィングウィングっていう楽曲を披露したんだけど、このね、パフォーマンスがね、めっちゃくちゃ良かったんですよね。特にこう曲が始まった瞬間の表情。
これにこう目を引くものがありました。自分はね、こう表情管理がこう優れたアーティストっていうのに結構惹かれるので、このね、彼女のこうパフォーマンスが始まった瞬間にこうスイッチが入るようなところっていうのはすごくこう目を引かれるものがあったので、今後ね、パフォーマンスでどんな姿を見せてくれるのか、個人的にすごく楽しみだなと思いました。はい。で、続いて、中野ココナさん。グループはリトルヒロインということで、初回放送ではね、パフォーマンス見られなかったんだけど、瞬き我慢チャレンジっていうね、1位の席を、競って、特にこの1位の席になったからっていう、こう、大きなメリットっていうのはないんだけど、すごくね、目立つということもあって、その瞬き我慢チャレンジっていうのがあったんだけど、これでね、勝ち続けて、1位座席に座り続けるっていうのでね、結構もうすでに圧倒的なこう存在感、パフォーマンス前にね、存在感を見せつけてたかなと思ったんだけど、個人的にね、結構こうビジュアルとね、風格っていうのをなんか感じる、なんかこうビジュアルがあるなと思いました。なんかね、こう少しこうエキゾチックな感じの瞳がチャームポイントだと思うんだけど、この子はね、結構歌とラップが得意みたいなので、個人的にね、あんまりこう詳しくはないんだけど、次回のパフォーマンス披露をすごく楽しみにしているメンバーだなというところで今回ちょっと挙げてみました。はい、で続いて、山本すずさんね。見た目のね、大人っぽさに対して、2006年生まれの16歳というこのギャップがね、面白いなと思いました。あとはね、こう同じグループね、ウィングベルムーンっていうね、グループなんだけど、ここにね、ニジプロなどのね、オーディションとかで、すでに注目を浴びている経験者のね、桜井美優さんがいるということで、パフォーマンスが始まるまではね、もう完全にこう桜井さんにみんな注目してたと思うんだけど、パフォーマンスが始まった瞬間に、余裕すら感じる表情とね、雰囲気、あとはね、歌声のこう安定感に、かなりこう目を惹かれたところがあって、すでにデビュー組のような、安定感と雰囲気があるなと、個人的には思いました。同様にね、桜井美優さんは今後のパフォーマンス、すごく期待してるんだけど、この山本すずさんも注目のメンバーだなと思いました。あとはね、続いてなんだけど、やっぱりね、今挙げたこう山本美優さんと同じ、山本すずさんとね、同じ、グループにいる桜井美優さんね。やっぱりね、今回のオーディションの中でも、インパクトっていう意味では最も目を引いたメンバーなんじゃないかなと思います。やっぱりね、初回放送でトレーナーの方のコメントでね、彼女が涙するシーンがあったんだけど、もうこっちもね、ちょっと心打たれちゃいましたよね。なんかこう、ステージ上のカチッとした雰囲気とか、私はね、A クラスにふさわしいみたいなことをこう複数回言うシーンがあるんだけど、このね、なんかこう、自信を持つためのね、こう武装してるっていう感じだと思うんだけど、そういう彼女もね、もちろん魅力的なんだけど、トレーナーも言う通りね、ナチュラルな雰囲気も今後もっともっと出してほしいなと思いました。楽曲としてはね、こう結構かっこいい楽曲じゃなくて、可愛い楽曲もね、ちょっと見てみたいなと思ったりもしたんだけど、すでにこう放送を通して物語が生まれてて、でビジュアルとかポテンシャルに関しては、やっぱりね、もうデビュー楽だと思うので、今後もね、楽しみなメンバーだなと思います。こうすでにこうニジプロのオーディションとかニュージーンズのデビュー組と一緒にいた時もあったということで、結構ね、悔しい経験もしているということでね、そういうのをこう乗り越えて、どういう風になっていくのかっていうのを、今回のね、放送の一つの目玉なんじゃないかなと思うので、今後も楽しみだなと思いました。あとはね、続いてなんだけど、海老原つつみさんね、練習生投票で1位だったということで、練習生投票に関してはね、なんでこの子の順位低いのとかね、結構思うのも多くて、あんまりこう、参考にならないなとかも思ったんだけど、この子の1位に関してはね、正直納得でしたね。なんかこう、とにかくね、パフォーマンスなんだけど、イッツィのね、ワナビーって曲を披露したんだけど、度肝を抜かれたというか、パフォーマンス始まってこの子が歌った瞬間に、イホンギさん、トレーナーの方が、何々って言ってたんだけど、もう自分もね、納得しました。もうね、歌ももちろん、ダンスに関しても、本当に経験してないのってぐらい、センスを感じたというか、めちゃくちゃセンスがあるメンバーだなと、思いました。デビュー後はね、金髪とかにしたら似合いそうな顔つきだなとか、思ったんだけど、まだね、結構あどけなさみたいな顔つきには残ってるんだけど、パフォーマンス面ではね、マジで今後も注目の子だなと思ったので、ちょっと今回挙げてます。で続いて、小田アルハさんね。この方なんだけど、歌声に関しては正直ね、いまいちかなと思ったんだけど、パフォーマンスのダンスでね、圧倒的な存在感を示してたというところで、フリースタイルをね、披露するシーンがあるんだけど、
こでね、ポップダンスを披露したんだけど、ここでね、かなりこう、確かなね、ダンスの経験と、センスっていうのをこう感じさせられたかなと思います。あとはね、結構個人的に気になった、面白かったシーンなんだけど、トレーナーのゆめきさんがね、フリースタイルできるかなみたいなことを言ってるシーンがあったんだけど、このね、時のね、こう、ゆめきさんの表情が、イケメンすぎて、そこもちょっとグッときちゃったなっていう、そういう視聴者さんもいたんじゃないかなと思ったんだけど、今後ね、この子は、どこまで歌声を、ブラッシュアップ、成長させられるかっていうところと、あとはね、ダンスで、さらに、存在感を示せるかっていうのが鍵かなと、思った。そんな候補者、なんでそういう意味でも注目の候補者かなと思いました。続いて、深見彩音さんね。この方なんだけど、ビジュアルはね、なんかこう、個人的にはトランプ氏っていうこう舞台があるんだけど、そこでね、ソフィー・アンダーソンっていうね、結構重要な主役をやられてる三谷亮さんっていう方がいるんだけど、その方にちょっと顔が似てるなとかこう思って見てたんだけど、パフォーマンスね、マジでやばい。歌声がね、本当に一瞬で人を引きつけるものがあるということで、このパフォーマンス面で、本当に今後、どんなね、歌声、パフォーマンスを見せてくれるかっていうのが、すごくこう気になるメンバーだなと思いました。あとはね、結構髪型でこう雰囲気が変わる子かなと思ったので、見た目的にはね、結構毛量が多いなと思うんだけど、もう一つ、こうプロの手が入ることで垢抜けていきそうなポテンシャルを感じているメンバーですね。そういう意味でもすごく気になりました。はい、ということで、今回こう7名を上げていったんだけど、あとはね、その他結構ビジュアルで気になったメンバーとしてはね、もともとガールズっていうところに、いた、方らしいんだけど、石井蘭さんっていう方ね、この方は結構こうショートヘアで、すごくこう、ビジュアル面でこうデビュー組みたいな、こう、やっぱりね、こう、それまでの経験もあってだと思うんだけど、こう安定感を感じたということで、今後ね、パフォーマンスもすごいものを見せてくれるんじゃないかなっていう気がしているので、次回以降の放送がすごく楽しみだなということで、こう石井蘭さんも気にしているのと、あとね、今回、パフォーマンス面では、なんて言うんだろうな、実力っていう意味ではまだまだだと思うんだけど、すごく目を引いた、ビジュアル面で目を引いたのは佐々木心菜さんっていう方ですね。結構こう、すでにデビュー組みたいな、安定したビジュアル感とね、すごくこう、目を引く、こう、顔つきをしている、表情をしているなと思ったので、この方もちょっとね、今後楽しみだなと思いました。印象で言うとね、なんだろうな、16の時の、すでにこうデビューしているツイーとかね、こう印象に近いかなと思いました。顔がね、もうとにかくこう強いという意味では、そんな感じの、印象でこう見ていますね。で、あとはね、加藤神楽さん。この方はね、なんだろうな、結構、こう韓流のグループにいそうな顔ではないんだけど、なんかこう坂道系のね、顔つきで、すごくこうビジュアルが強いメンバーだなと思っていて、日部女子っていう意味では、結構こう面白い、メンバーなんじゃないかなと思ったので、ちょっとパフォーマンスはね、全然こう気にならなかったんだけど、この方もね、結構今後、ビジュアル面がすごくこう気になったので、注目して追っていこうかなと思いました。はい、その他ね、結構こうまだまだこう存在感示してないけど、ポテンシャルを持ってるメンバー、めちゃくちゃたくさんいると思うので、今後の放送もね、すごく楽しみだなと思いましたね。こう結構やっぱりね、こう、オーディション番組って面白いよね。はい。ということでね、次の放送も、ももなさんが出るっていうのもあるんだけど、すっごく楽しみだなと思います。で、なんで今後のね、番組の放送の感想なんかもちょっとね、追っていこうかなと、思います。はい。じゃあ今回はこんなところで、ブルトンでした。バイバーイ。